Pairing connected. こんにちは、MD ジャックです。湿度も気温も高い日が増え、体調が崩れ気味ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？愛ちゃんは若いから大丈夫？若さ関係なく過ごしにくいですよ。愛です。今回もよろしくお願いします。さて今回は Bluetooth モジュール AZ-AZ09 を見ていきます。この種のモジュールはすでに TRN、BT20S と BT20S Pro が手元にあるので今回はスルーしようと思っていたのですが、コメント欄でご視聴者様とお話しさせていただいている中で気が変わったので入手しました。では早速見ていきましょう。購入の決め手になったのはやはりこれです。イヤホン丸ごときっちり収納できるってことです。左右独立タイプで充電ケースに丸ごと収納できるモデルってなかったんじゃないかなと思います。次に大きさですね。TRN、BT20S Pro との比較では一回り小さく軽いです。そして価格です。Amazon だとクーポン利用で2300円というのがあったのでありとほぼ同じ価格です。これって左右独立モデルとしてはかなり手の出しやすい価格設定だと思いませんか？価格を抑えた分対応コーデックに aptX がなかったり接続できるイヤホンのタイプが C タイプに絞られていたりケーブル部分もコストダウンゆえかなと思う部分があるにはあります。しかしデメリットに感じそうな部分を差し引いてもイヤホン丸ごときっちり収納できることに価値を感じたので細かいことは買ってから考えようと思っていました。ケース比較では TRN-BT20S Pro より少し小さめです。厚みも AZ09 の方が若干薄めです。本体もご覧の通りで AZ09 の方が小さいです。ボタン操作に関しては小さい分ちょっと操作しづらいかなとは思いましたが慣れてしまえばどうということもないでしょう。AZ09 はイヤホンも一緒に完全に収納できることが最大の特徴なのでちょっと動画を撮ってみました。まずは TRN-BT20S Pro からです。ファスナータイプなのでちょっと一手間ですね。イヤホン本体はかろうじて収納できていますがこれだとイヤピが変形してしまうこともあります。 BT20S Pro の惜しいところです。収納時もやはりイヤホンの向きなどを工夫しないと収まりにくいです。続いて AZ09 です。蓋はパカッと開くタイプです。イヤホンがしっかり収納できています。少し余裕があるので取り出すのも簡単です。 TWS と同じでケース側にマグネットが仕込まれているので片手で収納できます。使用頻度が上がるたびにこれは便利だなぁと思っています。 TWS と感覚は全く同じですからね。買っても接続できるかなと不安な方はこれ見とけば大丈夫です。裏技使えば接続できるとかいうのはなしで単純にこれは確実というやつだけお伝えします。 AZ09 側が 0.75mm C タイプというソケットタイプなので真ん中の写真の突起のあるタイプなら OK です。突起があっても KB イヤーとか TFZ のだと突起がちょっと少なめだしそもそもソケットに合わないしピンの間隔が 0.78mm なので刺さりません。単に 0.78mm と 0.75mm の違いなら強引にいけば使える場合もありますがソケットタイプだと経験上まず無理です。あと KZ でも EDX のような突起もないのも刺さりません。装着感についてはわあ、ジャックさん耳取れちゃったんですか？痛そう。あんたね、そういう美味しいとこ持ってこうっていうボケはやめときなさいって。ふふふ、バレたか。じゃあせめて名前を付けましょう。ミミーちゃんにしましょう。わかったわかった、ミミーちゃんでいいよ。というわけでミミーちゃんに装着したところの写真です。大きさのアドバンテージで AZ09 は本体がほぼ耳裏に隠れます。ケーブルが BT20S Pro に比べ固めですが長めなのでホールド感はしっかりしていますね。BT20S Pro はケーブルが短い分写真のような位置でホールドされます。ケーブル部分が柔らかく調整しやすいのが特徴です。どちらも良い感じですが小さくて軽い分 AZ09 がちょっと有利な気もします。ミミーちゃん、愛も欲しいな。おい。Bluetooth 接続なので気になるのが遅延ですが今回はあまり厳密に測定せず体感重視で確認しました。一つ目は YouTube でピアノの鍵盤を弾く動作と音が違和感なく合うように調整し上のような結果になっています。2つ目は TVer でドラマを見てみました。こっちはタイミング調整ができないのでセリフと唇の動きにどのぐらい違和感があるかの確認でした。どちらもハイパフォーマンスモードを選択した時の AZ09 は反応が良く特に TVer のドラマ視聴ではちょっとだけずれているかなと感じる程度で完全に実用レベルだったのが驚きでした。接続に使用した Bluetooth アダプタも特に新しいものではないんですが音楽だけを聴いている分には遅延は全く関係ないのですが映像とのシンクロとなると遅延は永遠のテーマですよね。自分の環境では aptX LL で解決はしているのですが AZ09 は対応コーデックが SBC と AAC なのでどのぐらいのパフォーマンスか確認しておいてよかったです。環境によって左右される部分なので皆様の環境で同じぐらいの遅延で済むかどうかは分かりませんが私の環境ではこれはもう常用確定と言えるレベルです。ここは愛がお伝えします。
どの Bluetooth モジュールでもホワイトノイズは多少はあると思っています。最初に購入した Bluetooth アップグレードケーブルはこれで、aptX HD 対応で購入価格から見ても音質に不満はないんですが、ホワイトノイズが結構気になります。フェードアウトしていく曲でのさあ、クラシックの曲でピアニッシモの際のさあ、BGM がないドラマのシーンでのセリフの後ろでさあ、私と同じ名前の卓球選手の掛け声のさあは違うし引退してるといちいち気になります。ただし再生音量に追従するものではないので音量が大きい時には全く問題ありません。いつも一定のさあなのです。なんででしょうね。さあ、それに比べると AZ09 は BT20S Pro と同じぐらいでそこまで気になるさあは感じません。曲が終わって10秒ぐらいするとインアクティブになるので小さめのさあからはすぐに解放されるんですがあまり聞きたくはありませんよね。対策として手持ちの中で感度が比較的低めインピーダンスが高めのモデルを探しさらに AZ09 に接続できるモデルに該当したのが GCA-GA16 だったのでこれを接続したところさあはかなり低減しほとんど気にならなくなりました。音量が取りやすい設計のモデルが多いので Bluetooth 接続するとさあが気になっちゃう傾向だったのかなと思います。さて今まで愛はさあを何回言ったでしょう。おい。AZ09 に接続可能な10モデルをピックアップして有線接続時との波形の比較をしてみました。一見あまり大きな波形変化はないので有線と無線接続の大きな違いはないようにも見えますがこれはあくまで目安です。無線接続時にイヤホンの特性が大きく変化することはないなぐらいに見ていただければと思います。実際に音楽を聴いてみて SBC コーテックの AZ09 の音質が悪いとは感じません。16ビット 44.1kHz の WAV ファイルで KZZAX をつなぎ1時間ほどいろいろなジャンルで聴きましたが結構没入できました。今度は24ビット 96kHz 以上のフラッグもしくは DSD64 の音源を使用しました。簡潔な感想ですが有線接続の方が滑らかでふわっとして聞き心地が良かったです。AZ09 の場合は直線的な質感だと思いました。ちなみに TRN-BT20S Pro と有線接続ではその差が縮まっているように感じたので BT20S Pro のアンプ性能とか aptX でつながっていることの差が出るのだろうなと思いました。AZ09 についてちょっとイメージダウン寄りの発言に感じたかもしれませんが実はそんなことはないんです。比べる相手が有線接続というのが反則みたいなものなんで。で結局 AZ09 の音質はどうかというといやいや全然 OK でしょと思います。2000円台中盤ぐらいで入手できるんだしこれは持っていないと損でしょう。KZ には3000円以下の低価格帯でも評判の良いモデルがあるのでそれと組み合わせて入手しても5000円以下で有線無線の両方の環境が手に入るわけですから、エントリーモデルとして最適だしサブ機として使い倒してもいいですし要するに買えないモデルなわけです。迷っているなら買っちゃえっていうのが結論です。あ、でも接続端子だけは慎重に確認してくださいね。ということで Bluetooth モジュール KZ-AZ09 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。